ファンデーションをしないで綺麗に見える感じで、日焼け止めのコツはこれ以上のもの1綺麗に見える。でも色さもう買わなきゃいけない。お店できなくたんでしょ。はい、皆さんこんにちは。今日はリクエストをいただいていたメイク動画を撮ってみようかと思います。楽しんでいただけたら嬉しいです。ではスタート。では始めていきたいと思います。ベースメイクはファンデーションを基本的にしないので、日焼け止めが基本です。で、日焼け止めの後に下地をすることもあるんですが、最近はもうちょっと普段メイクは日焼け止めオンリーになってます。で、日焼け止めはいつも無着色のものが多いんです。妹と動画も撮ったんですが、妹との動画で、無着色の日焼け止めをベースにしたメイクをしているので、今回はちょっと色がついてるものの日焼け止めを。これがミネスプリーのサンスクリーンビタミン C トーンアップサンスクリーン SPF50 というものを使います。これは、韓国に行った時に購入したものですが、その時は日本にまだ出てないって言ってたので、9点とかでも買えるのかちょっとわからないんですが、これを使ってます。これはね、程よくこんな感じで薄いピンクって感じですね。これをちょっと塗っていこうかな。私がファンデーションをしない理由っていうのは、塗ってる感がすごいあるのが嫌で、私はあんまりしないですね。もちろんお仕事の時はメイクさんにメイクをしていただくんですが、それの時以外のファンデーションは基本的に普段メイクではしないですね。で、日焼け止めのコツっていうのが、ちょっと外うるさい、ごめんなさい日焼け止めのコツっていうのがあんまり伸ばしちゃいけないことですね。ムラにならないように、私は日焼け止め下地の時は手でもちろん乗っけているんですが、ポン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 ってこう乗せる感じで、本当に薄く薄く。ちなみに私この前にも日焼け止めしてます無色の方で色がつかない方をベースに朝一してますね。で、さらにこれをのせる感じ。日焼け止めは重ね塗り、こんな感じでのせていきます。肌色がね、トーンアップする感じでビタミン C が入っていて、ちょっと香りが正直あまりいいものではないんですが、慣れちゃう。こんな感じで少しトーンアップしたかな。で、次に妹と撮った時は使わなかったんですが、コンシーラーを使います。こちらハーネルの、コンシーラーで、この23ハーネルのコンシーラーで、この目のクマのねところにしていきます。薄く薄く伸ばす感じで、コンシーラーって結構塗った感があるものが多いんですが、これはね、水分量が多いのかな、塗った感がねあまり出なくて、もともと肌が綺麗な感じに程よくカバーしてくれて、すごい気に入ってます。肌の土台作りはもちろん大事です。食生活とか睡眠とか生活習慣で肌はね作られているので、それはもちろん大事なんですが、メイクする時に元から肌が綺麗みたいな人の肌作りになるようにメイクをしています。それが私が気をつけているポイントです。なのでコンシーラーとかもちょっと綺麗に見える感じで作ってます。次はフェイスパウダー、スリちゃんちょっと読み方がわからない、ごめんなさいこれは実はタイに行った時に、お土産で購入したんですけど、良くて気に入ってしまったので、結構ずっとこのまま使い続けてます。何がいいかって、粒子がすっごく細かいんですよ。夏でも崩れにくいんですよね。蓋に出して、夏はこの小鼻とかはこのパフで押さえたりもするんですけど、タン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 ってしてさーって本当にさーって感じですね。こんな感じでします。スヌーピー大好きなスヌーピーです。これ韓国のダイソーで買ったやつで、目元は特に油脂があると眉毛とかアイシャドウを描くときによれやすかったり、アイラインですね、あとよれたり
こうにじみが出てきちゃうので、パウダーで押さえてくださいね。日焼け止め結構本当に油脂が強いからしっかり押さえます。そして私が愛用しております、じゃーん、メリハリマスターパレットウォームトーン02です。この2色で眉を描いていきますよ。まず目の下、眉下を描いていきます。まずこのねブラシはもうずーっと使ってるスックのものです。本当にね何回洗浄してしっかり洗浄してクリーニングもしてるんですけど、大体そういうのって毛がダメになってくるんですけど、ばらけない、洗っても広がらなくてしっかりコシが残ってるんですよね。ずーっと本当に描きやすくて、これが大好きです。もうねこれ以上のものに私は出会ってないので、ずーっとこれは愛用してます。でこれをで、眉の下を整えて、眉尻、眉山から眉尻を作っていきます。もともと眉がある程度しっかりしてる方なので、基本的な口、鼻、目のこのラインの目尻が先になるように長さが合わせます。で眉山は、黒目の端っこぐらいの真上ぐらいになるように、下を整えてから眉尻で、目頭は1回ストップです。でこっちもやりますね。こんな感じ。そしたら下の上の部分をこうちょっと少しだけポンポンって取って、取ったらこう直接ついたらつけすぎてるので、このヘラで少し落としてから目頭をささささってなぞるようにしていきます。でちなみにこれは、猪狩さんのフーミーのこの平たいこのガラス使ってます。これもすごい使いやすくて大好きです。おすすめです。でこれでちょっと整える感じですね。でそのまま、目頭のこう輪郭を取るようにのせたら、このままシェーディング、鼻筋シェーディングに入ります。これ大事で。でこの眉頭にこういう風にやるのは、こうね立体的にさせるためですね。ぼかしながら立体的にさせる効果があります。でそのまま目頭に入れます。で鼻先で、鼻のこの高さがあるところを数作って、で鼻下もさささで、唇の下もささささ。こうするとね下唇がぷっくり見えるので、こんな感じでシェーディングはやりすぎるとあまりにも彫りが深い人になりすぎてしまうので気をつけてくださいね。次はさっきのまたこれがもう何回登場するんだってくらい登場しますが、これでこれもねトーンアップとくすみ飛ばしみたいな感じですね。でこっちが結構マットなので、その後にちょっとこれを足します。でこれでこのまぶたの眼球のあたりはこれで少しさささって、で目の下もちょっとだけやっていきます。これのやりすぎは本当にちょっと一昔前の若い子のメイクになってしまうので気をつけてくださいね。ここでこれはキスの薄眉メーカー01です。これはね程よく薄眉にしながら存在感を消さないっていう、すごいねいい感じの色味で、私はこの色が気に入っています。塗り方は眉にこの逆らうようにささささーってしてから、眉頭をこう立てる感じ、毛を生かす感じで立たせます。あまりにもハイトーンにすると眉がなくなっちゃうので、こういう髪色の時はなくなりすぎると良くないので、かといってグレーの色味の眉マスカラだとちょっと浮いちゃうんですよ。なのでこれがねすごく今の髪色に合ってます。おすすめします。これも何色かあります。こんな感じでできました。今日はナチュラルに仕上げたいので、さっきちょっとこっちのこの色を額幅全体にしてあって、ちょっとツヤ感がある目元になってるので、こちらです。今日はロム&メロータッチシングルアイシャドウコージーラテ SH02。 私は手で
やってしまうタイプなんで、手でやると私は伸ばしやすくて、なんかちょうどいい幅までしっかりできるので、私は手でやるのが一番ぼかしやすくて好きです。目尻から目の半分ぐらいにこう伸ばす感じで、最後ちょっと目頭まで伸ばす。なんかね、これすごいツヤがあってマットすぎず、でもパールもあまり強くなくて、目がね綺麗に見えるんですよ。私これ好きで、肌がオークル派なので結構オレンジっぽいものを使うことが多いです。でこのまま目の下も少し伸ばします。目尻から黒目の端ぐらいまで伸ばしますね。反対側もいきます。で少ししっかりめに使いたいときはやっぱりブラシでつけるといいかなと思います。しっかり色がつきます。でこちらアミューズアイビーガンシアパレット01シアヌードというお色味です。でこれのこの上とこれをちょっと混ぜて、目尻本当にこの端っこにちょ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 んってポン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 って乗っけるぐらい。これだけでもねかなり締まる。本当にちょっとだけ。やりすぎるとさっきオレンジが消えてしまうので。今日のメイクは目の幅をちょっと幅広に見せるメイクですね。で目をもう少し丸っぽく丸くクリッとした目にしたいときは、目頭にもちょっとこの同じ締め色にしたものを少しのせてあげると、こっちにも重心があって目がねクリッと大きくなります。今日は幅広めなので、こっち側だけ重心をカラーをのせて重心を置く感じにしています。でそうしたらアイラインです。アイラインは私は筆タイプリキッドが好きなので、アイブースターウルトラファインリキッドアイライナー、これはアイハーブで購入しております。もうこれずっと何本もリピートしてます。描きやすくて肌にもね優しいので使ってます。で私はこの粘膜の部分を描くっていうよりも穴を埋める感じで描いてから、目尻だけまつげより上のラインで締めるっていう感じにしてます。っていうのもなんか私ちょっと奥二重なので、上にのせちゃうとね体幅が狭く見えてしまうので、粘膜に描いて、眉尻はまつげのこのカールに沿うように少し軽くカーブさせて最後終わります。で目尻はまつげの上からものせて、さっきの下から描いたラインとつなげるように、目頭もちょっとねのせます。っていうのも、さっきこっち側に目尻に色の濃いものを置いて、目尻にアイラインを重きを置くと離れ目に見やすくなってしまうので、それを防ぐために目頭だけまたちょっとだけアイラインを引くと目が大きく見えて、わかるかな？こっちがしてる目とこっちがしてない、なんかこっちの方が印象薄いですよね。わかるかな？でこんな感じにのせたら、ずっと使ってるデジャブのラッシュアップマスカラブラックですね。これがねすごく細いんですよ。ブラシが先も繊細なんですよね。だからまつげのこの細かいのも全部キャッチできるので、これが大好きでずっと使ってます。下まつげは私は黒で、まつげの上はブラウンとか他の色にしてます。下まつげはねやりづらいんですけど、これ本当にブラシが細いからしっかりまつげ一本一本キャッチしてくれるんですよね。ギザギザでこうやってのせて、もうお化粧まつげとかマスカラしてる時のお顔が怖くてごめんなさい目の輪郭だったりをはっきりさせてくれるので必ずしてますね。抜け感があるメイクにしたい時でも色の薄いものでこんな感じで、このマスカラは多分私一生使うだろうなってぐらい大好きです。デジャブです。でそしたらちょっと今思い出したんですけど、涙袋を作るときは PPIA ラストオートジェルライナーピーナッツベージュ、これが程よい色味なので涙袋のラインを描く。そうするとねちょっと中顔面を短くする効果があります。これは軽くやってもやらなくても大丈夫だけど、やった方がやっぱり目の印象がまた違うのと、この幅が小さく見えたりします。でマスカラですね。戻ります。ごめんなさいでマスカラはパーマがちょっとばらつきがあるのでシュッシュッとちょんちょんって上げます。
ビューラーは資生堂さんです。もうこれはずっと使ってる。日本人の目の形とか目のカーブとかがあったもので作られてるんですが、やっぱりねこれは使いやすくて資生堂さんの大好きです。でこれで少し上げたらキャンメイククイックラッシュカーラー、もうこれは定番ですよね。さささささっと曲がり具合が全然キープ力も全然違うんで、これはまつげ美容液でもあるんですがカラーがついてますね。手に臭いのまつげ美容液なんですが、これね色がついてるの黒なんですよ。これ1本でもいいんですよ。だけどちょっとね水分と油脂が多いからこのまま1本だと目の下とかに滲んじゃいやすいんですよね。なんで私はこれをさっきのキャンメイクのが乾く前、乾いちゃうとね塗りづらい、ダマになりやすいのでつけたらなるだけすぐ通す感じで、これ本当はラッシュキーパーの前にやった方がまつげ美容液なんでいいんですけど、私はマスカラベースみたいな感じで使ってます。でマスカラはねウンジョンヨのマスカラもう大好き、よく使うんです。これはねコーム型になってて使いやすい、これも大好きなんですけど、私がこの最近愛用しているのがこのアイナキさんのマスカラです。これカラーがなんとあずきっていう可愛い名前のマスカラなんですよ。で名前の通りカラーがね本当にちょっと紫がかった小豆色なんですよ。でこの色が本当に絶妙すぎて、ブラウンともまたあとボルドーのマスカラともまた違うんですよね。でボルドーのマスカラも何回か使ったことあるんですが、ちょっとやっぱり浮きがあって私はあんまり得意ではなかったので、これが絶妙すぎて今の季節にはこれすごいおすすめのカラーなんですよ。見ます溶かす感じでささささって、でこれもねブラシがすごい細かくて細いので塗りやすいです。だからこの色本当に絶妙すぎて他の色では出せない雰囲気、ちょっと女性らしさもありつつ秋冬にすごい合う。でくっきり目の印象もあるんだけども強すぎなくてどこか柔らかいっていう、ブラウンでもボルドーでも他のマスカラの色ではなかなか出せない、すごいお気に入りです。でこのブランドさんは敏感肌の方にも使えるように成分にこだわっているブランドさんなんで大好きで、このアイシャドウとかシアーシャドウ、リキッドシャドウとかいろいろ持ってます。でも一番お気に入りなのがこのマスカラかな。スミブラックっていうカラーもあってそれもすごくいいんですけど、最近の一番のお気に入りはこの小豆カラーおすすめです。束になったり重なりすぎたなっていう時は、私はコームじゃなくてこのアイブロウとか溶かすこういうブラシあるじゃないですか、スクリューブラシ、こういうのを使うことが多いですね。この方がすごく溶かしやすいのでまつげ一本一本が綺麗に、私ちょっと束感まつげっていうのなんか流行ってるけどあまり私には合わない、あんまり好きではないので、ついたの分かるかな、こんな感じですで本当に仕上げに入ります。プラム&です。これがシスルペイルライト、シースルペイルライトかなハングル読むのが時間かかるちょっとねの01番ですごめんなさい間違ってたらこれを、ハイライトに使うことが多くて手でやっちゃう時もあるんだけど、ちょっと今日はブラシでやりますね。鼻先と、顎先、ちょと唇の上、で目の周りシュンシュンって感じで、これがねハイライトすぎなくてこのカラーが馴染むのですごい好きなんですよ。ハイライトのカラーを選ぶ時もすごく大事で、白すぎてもいけないしあまりにもツヤツヤすぎてもなんかやってる感があって好きじゃなくて、これが私は一番肌に合ってるかなって。これも2色あります。もうこの01番っていう方が好きで使ってます。でしたらチークはもう前にも紹介してるけど年中これ使ってるかもしれないレベルでこれも底見えしちゃってるからあまり近くでお見せできないしたくないんですがヒンスのトゥルーディメンショントゥルーディメンショングローチークだトゥルーディメンショングローチークです時間かかる。これを使っています。チークブラシでのせていきます。ちなみにブラシは私すごいこだわりがあるのはさっきのアイブロウの
ブラシなんですけど、あとはエコツールのものが多くて、これはアイハムで購入してます。人工毛じゃなくて動物の毛も使ってなく、環境に優しい毛でできているブラシです。これ柔らかくて気持ちいいので、このブランドと、あとはね、さっき使わなかったんだけどエルフも使ってます。これマイハーですね。さっきハイライトはこっちの方で使ってしまったんですけど、ハイライトこっちで使う時もあります。これ先がこうなってるので塗りやすいです。チーク用のブラシでさーっと頬に塗ってる感じで、少しここら辺の中顔面を、短く見せたかったりとか可愛らしくしたいときは、このビアダリアのリキッドのチーク使います。これはね、本当にちょっとだけ目の黒目の下あたり、頬の間、頬とこの黒目の下あたりにちょん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 ってのせます。これピンクなんだけどしっかりつきすぎるっていう感じじゃないので、血色がいい感じに見せてくれるので、あまりピンクは持ってないんですけど、これだけはもう血色アップみたいな感じで使ってます。のせたら指でポン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 って広げていきます。そうするとね、ここが頬の位置が上がって見えて、でもチークの色とはまた違うから、ここが上がって見えて短く見えるんですよ。本当に薄付き。これでね、クマ感も結構消えたりします。こんな感じでどうでしょうさっきのそのチーク自体も少しグローなので、ツヤ感と光の入り具合がいい感じに出てくれるので、マットではないんですよ。これが大好きで、これもずっとリピートしています。もう買わなきゃいけないですね。はい、という感じでメイクはね、大体っていうかこれで終わりか。リップはこの間インスタでも紹介したんですが、ネイチャーリパブリックのリップとかナチュラグラッセのこのリップもすごく好きなんですが、今日はどうしようかな。あとね、ミルクタッチ10番もすごい良くて、どうしよう。でも、ナチュラグラッセにします。モイスチャールーズシアっていうのがシア感があって、でも保湿力があるので、この時期とってもいいです。私は時間塗りをしてしまう。こんな感じ。ナチュラルブラウンというカラーなんですが、あまりすごいブラウンっていう感じではなくて、いい感じの秋色になる。ちょっとなじませてどうでしょう。で、最後ちょっと髪巻きます。最近はもう髪はワンカールですね。あまりこだわりはなく、シューって通す感じ、通して先を去って感じ、一部で通して去って伸ばして、こんな感じで高温でやっちゃうと髪が傷んでしまって、でもお気に入りのカラーなのでね、髪の退色とかも防ぎたいので、シャンプーするときは髪のダメージを少なくするためにお湯の温度は38度ぐらいにしてます。体をね、流すときは温度を上げるけど、髪の時だけはちょっと我慢してますね。いや、なんせね、退色しやすい髪質なんですよ。ちょっとレイヤーが入ってるので、レイヤーに沿う感じで後ろもペタンコにならないようにして、で、この耳の位置の部分だけ少し外巻きにコピーする。で、これに合わせて後ろもちょっと足したりもします。で、こうしたね。普通のカーラーですね。朝ちょっとしちゃってたので、こんな感じ。まだ熱があるので、あとはこういう風に少しほぐしてなじませてっていう感じです。こんな感じに仕上がりました。どうでしょう本当にいつもやってる感じのメイクなんですが、今日はちょっと撮ったので時間かかってしまったんですが、だいたい5分から8分ぐらいでバババってメイクすることが多いです。で、私今日ファンデーションもしてないけど、ベースの日焼け止めとかパウダーとかチークのハイライトを使うものによって肌の質感っていうのは綺麗に見せることができると思うので、いろいろ試しながら私も日々研究してメイクしてます。はい、では今日は、リクエストをいただきましたメイク動画をいつもの感じで撮ってみました。不慣れなところがあって説明不足だったり撮り方が良くないとかいろいろあるかと思うんですが、これからまた改善していきたいと思いますので、メイク動画もね、またいろいろ更新しながら紹介できたらなと思っております。また何かリクエストがありましたら DM コメントにいただけたらなと思います。本日はご覧いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。